あなたは愛する人のために人を殺せますか？遡ること31年前の1991年、アメリカニューハンプシャー州。当時は湾岸戦争の最中にもかかわらず、世間はとある強盗殺人事件の裁判の話題で持ちきり、この裁判はテレビ中継され、最高視聴率は 40% 以上。日本でも連日報道されていました。容疑者はわずか15歳の少年。その日、証言台に立った少年はこう語ったんです。僕は彼女を愛していた。彼女がいなければやらなかった。少年はある女性のために犯行に及んだと言います。そして実は世間の注目を集めた理由も少年とその女性との関係にあったんです。その女性はなんと少年が通う高校の教師。湾岸戦争よりも注目を集めた強盗殺人事件。容疑者の少年はなぜ犯罪に手を染めてしまったのか。その背後にはピュアな少年をもてあそぶ魔性の女がいたんです。おさす、ケンケンコです。魔性の女です。何よケンケンコって。ケンケンコってどういうことよ。あんたヤミヤミコに寄せてバカにしてんじゃん。あんた真似てみただけでそんな言われる？いや僕だってちょっとさ女装してみたいなとか思う時もないんですけど。言ったわね。やんないですけど、本日ご紹介するのは教え子をそそのかして人を殺させたね魔性の女の話なんですけども、教師が聞いたこともないわよ。まずはね事件の詳細を見ていきたいと思います。それはね全米の注目を集めるとてもスキャンダラスなものだったんです。住宅街に鳴り響く銃声。遡ること32年前、1990年5月1日、アメリカニューハンプシャー州デリー。その夜、静かな田舎町に女性の悲鳴が響き渡りました。近隣住民から通報を受けた警察が現場の民家に駆けつけると、そこには頭を銃弾で撃ち抜かれた男性の姿が。被害者の名前はグレッグ・スマート。保険会社に勤める25歳の男性。冷たくなった夫のグレッグの横には23歳の妻パメラ・スマートが寄り添っていました。グレッグとパメラはこの前年に婚約したばかりの新婚夫婦。翌週に結婚1周年を控えていました。グレッグの遺体に泣きすがる妻パメラの姿は周囲の同情を誘ったんです。警察が捜査をすると金品が盗まれていることが判明。また家具を運び出そうとした形跡もありました。そのためグレッグ殺害は強盗の仕業と推測されたんです。またグレッグの所持品からは大麻が発見されたため麻薬の密売人との間のトラブルがあったのではとの説も上がりました。そのまま捜査が進展しないまま1ヶ月以上が経過した1990年6月10日、突如バンス・ラティームという男性が警察に出頭しました。うちの息子とその友達が私の銃を持ち出してスマートさんを殺しました。本当に申し訳ない。バンスはそう涙ながらに打ち明けて凶器の銃を差し出したんです。そしてグレッグ・スマート殺害の容疑で逮捕されたのはビリー・フリンと J.R. ラティーム、ピート・ランドールの3人の少年。彼らはいずれも地元の高校に通う同級生でした。どんな高校生だよ、怖すぎだろもう。そして3人の少年の逮捕後、意外な事実が判明するんです。実は被害者グレッグの妻パメラ・スマートは少年たちが通う高校の教師だったんです。それが判明すると同時に警察はグレッグが殺害された事件に妻のパメラが関わっていたのではと疑惑の目を向けるようになるんです。少年たちの高校の教師ってだけで疑いの目が向けられるのおかしくない？たまたまじゃないですよ。実はね、妻のパメラにはね複数の理由から疑いの目が向けられていたんです。まずグレッグが殺害された2日後、妻のパメラはテレビのワイドショーに出演していました。そこでパメラは派手な服で着飾り、完璧なメイク姿で出演し、夫との思い出や殺された心境を異様な饒舌で語っていたんです。怖えな。その番組を見る限り夫を亡くして悲しんでいるようにはとても見えないんです。このテレビ出演をきっかけに警察は妻パメラが夫グレッグ殺害に関与していた可能性を有力とみて主犯のビリーに問い詰めました。しかしビリーは頑くなに妻パメラの関与を否定。そこで警察はビリーの高校に赴き聞き取り調査を開始すると間もなく驚愕の事実が明らかにされたんです。なんと助教師パメラと彼女の夫グレッグを殺害した少年ビリーは不倫関係にあったんです。女教師と生徒が不倫してたの、やばいわね。魔性の女ですよ。それではここからねグレッグ殺害の主犯ビリーと助教師パメラが一体どのような関係だったのか見ていきたいと思います。そこには女性に不慣れなねウブな男を惑わせるね魔性の女パメラのね姿があったんです。禁断の関係。
それはグレッグ・スマートが殺害される半年前のこと。グレッグの妻パメラ・スマートはニューハンプシャー州シーブルックのウィナクネット高校に赴任しました。いずれなウィナクネットくねくねんしてるな。そこで彼女は放送業界を志望する子供生徒たちを受け持ち、テレビを中心にメディアのことを教えていました。そしてパメラは高校に赴任して間もなくテレビコマーシャルのコンペに募集するためのボランティアを募ったんです。そこに応募してパメラに協力することになったのが当時15歳の少年ビリー・フリンとセシリア・ピアスという少女。ビリー・フリンは黒い髪を長く伸ばしたひょろっとした少年。思春期だった彼は美しい助教師のパメラの美貌に一目惚れしての参加でした。もう一人の参加者セシリア・ピアスはイケてる大人の女性パメラを憧れの目で見ていました。そんな生徒たちとパメラは3人ともヘビーメタルを愛好していたということもあってすぐに打ち解けて仲良くなったんです。なるほどね。大人の女性に憧れる年頃あるわよね。メトラの皆さんの中でも絶対いるでしょ。学校の先生好きなもうメトラの皆さんじゃなくてあんたの話をしなさい。いやあんたの話をしなさい。いるよ、それはいたよ。いました。高校生の時。なんていう先生でしたか。先生、はい、存じ上げております、はい、もうねめちゃくちゃ憧れでしたね。憧れだった、こんなねパメラとビリーなんですがね、ある日を境に2人は異常な関係になっていくんです。それは1990年2月のある日のこと。パメラは夫グレッグが出張で留守の時に教え子ビリーとセシリアを自宅に招待しました。そこでパメラは一本の映画を2人に見せたんです。映画のタイトルはナインハーフ。性的な場面が非常に多い未成年には刺激の強い映画。そんな映画の中で性的な場面に差し掛かるとパメラはビリーの膝の上に手を置いてこう囁いたんです。いつもあなたのことを考えてるの。もう絶対にやっちゃいかん生徒にそれ。隣にいたセシリアは異様な空気に耐えきれず、ちょっと外の空気吸ってくるわ。そう言って散歩に出かけたというんです。ダメそこ空気読んだら。その後1時間ほどしてセシリアは戻ってくるんですが、そこで彼女は信じられない光景を目にするんです。なんと全裸のパメラがビリーの上にまたがっていたんです。まさか助教師が教え子と。あまりの光景に驚いたセシリアは何も告げずにそのまま帰宅したんです。止めろや。一方ビリーはそれが初体験。その後パメラとビリーは頻繁に2人で会うようになり、教師と生徒という禁断の不倫関係にもつれ込むんです。パメラはビリーを学校の中や社内で誘惑し、夫のいない自宅に連れ込んでは関係を持ったんです。そしてその頃パメラがビリーにあるプレゼントをしました。それはランジェリー姿でセクシーなポーズを決めたパメラが写った1枚の写真。ちょっと刺激が強すぎて、これはどういうつもりこれ。パメラ本人からするとですね、この写真を見ていつでも私のことを思い出しててね、そういう意思だったんじゃないかと言われてるんです。ランジェリーじゃなくていいわよね。こうして女性経験のなかったビリーはあっという間にパメラの肉体に溺れていったんです。そんなある時、いつものように事を終えた後、パメラはビリーにある相談をしました。最近夫が暴力を振るうの。驚いたビリーにさらにパメラはこう続けました。夫を殺さなければ私たちの関係を続けることはできない。だからビリー、あなた夫を殺してくれないかしら。どういう提案だよそれ。突然の話に驚くビリーにパメラは、もし今グレッグと離婚すると家も貯金も失うことになるわ。それにあなたとも会えなくなるかもしれない。夫さえいなければビリーといつまでも一緒にいられるのに。ねえビリー、あなた夫を殺してよ。こうビリーに持ちかけたんです。もう最悪の教師。そんな提案をすぐに承諾できるわけもなく、ビリーはパメラをたしなめました。するとパメラは、それじゃあ他の男の子に頼むしかないわね。最低の女だなこれ。そう冷たく言われたビリーはひどく焼き餅を焼いたと言います。その時ビリーはパメラに依存しきっていたんです。どうしてもパメラとの関係を終わらせたくない。そしてやらないとパメラに捨てられてしまう。そう思ったビリーはグレッグ殺害を決意するんです。ダメだよそれ、もう絶対別れた方がいいわ。ビリーはもうパメラの言いなりになっちゃってんじゃないの。そうなんです。もうね、本日のメトラキーワード、恋は盲目状態なんです。なるほどね。わからんでもない。恋は盲目とは、人が本気の恋をすると冷静でいられなくなり理性を保てなくなってしまう状態のこと。相手の言動は全て絶対に正しいものだと感じてしまい、全てをいい方向に信じて疑わなくなるんです。今回の話の場合、恋愛経験がなかったビリーは初体験の相手パメラに依存しきっていました。そんなビリーはまさに恋は盲目状態。そこでパメラはビリーに自分と別れるかグレッグを殺すかという究極の2択を突きつけたわけなんです。ちなみにね、恋は盲目状態に陥りやすい人は恋愛経験が少ない人なんですよ。恋愛経験が少ない人っていうのはちょっとね、ドキッとしただけで、あ、この人俺の運命の人だってなっちゃうんですよ。だから人生で初めて付き合った人同士がそのまま結婚するとかもそういうことなのかもしれないです。そして実はですね、パメラがねグレッグから暴力を受けていたっていうのは全部嘘だったんですよ。ではね、パメラがグレッグを殺害しようとした動機は一体何だったのか。すごく短絡的な動機だったんです。
殺害の動機。遡ること55年前の1967年8月16日、フロリダ州マイアミ。この地でパメラは生まれ育ちました。パメラが中学2年生の時、家族はニューハンプシャー州に引っ越したんです。当時からパメラは小柄で愛嬌があって、異性からめちゃくちゃモテていたそうなんです。ちなみに高校の時のパメラはチアリーダーをしていて、アメフト部のね、キャプテンとね、付き合っていたそういや、何そのアメリカの学園ドラマでよく見るやつ。イケイケ女子高生じゃないのよ。なんかアメリカの高校のヒエラルキーみたいなのあるらしいですね。なんかわかんないですけど。もうよく見るわよ。高校時代のパメラはとにかく目立ちたがり屋で有名でした。また同級生たちの間では誰とでも寝ると有名で、当時のハードコア女優にちなんでセカと呼ばれていたそうなんです。ひでえなそれも。高校を卒業したパメラはフロリダ州立大学に進学。その頃からニュースキャスターになることを夢見ていました。大学在学中は学内のラジオ局で自分の番組を持つなど精力的に活動していたそうなんです。そして1986年の12月のクリスマス休暇の時、パメラは後の結婚相手グレッグ・スマートに出会ったんです。グレッグはその時ロックスターになることを夢見てヘビーメタルのバンドを組んでいました。そんなグレッグとパメラはすぐに仲良くなり、大学在学中に同棲を開始。そして1989年にパメラが大学を卒業すると同時にグレッグの故郷ニューハンプシャー州デリーに一軒家を購入。そうしてグレッグ24歳、パメラ22歳の時に2人は結婚したんです。結婚式の前にグレッグは父親が経営する保険会社に就職。妻パメラのためにロックスターの夢を諦め、真面目なサラリーマンに転身したんです。一方のパメラはニュースキャスターになる夢を捨てませんでした。そこでパメラは自身のキャリアの足がかりとしてビリーたちが通う高校でメディアを教える仕事に就いたわけなんです。こうして夫婦となったグレッグとパメラだったんですが、結婚してすぐから喧嘩が絶えませんでした。レストランで激しく口論した末、グレッグがパメラにビールをぶっかけて店を出禁になったこともあったんです。なんでビールかけるの人に。そして結婚から半年ほど経った頃、2人の不仲が決定的になります。原因はグレッグの浮気。プライドが高いパメラが夫の浮気を許すはずもありませんでした。そこでパメラはこう考えます。自分も不倫して仕返ししてやる。その相手が高校の教え子ビリー・フリンだったんです。旦那に不倫された腹いせにビリーを利用したってことこれ。そういうことなんです。ビリー・フリンと不倫してたんですね。さらに同じ頃パメラはグレッグに多額の保険金をかけていました。その額なんと14万ドル、日本円にして約1550万円もの生命保険がかけられていたんです。本人が供述してはいないんですが、この生命保険もグレッグを殺害する動機の一つだと考えられています。こうしてパメラは大人の女の魅力でわずか15歳の少年ビリーを誘惑、そして女性経験のないビリーを自分の肉体に溺れさせて意のままに操り、夫グレッグを殺害させるんです。ビリーはまず高校の友人 JR ラティーム、ピート・ランドール2人を誘い殺害計画を立てました。計画を聞いたパメラは共犯者であるビリーの友人2人に500ドルずつ払うと約束しました。そうして1990年5月1日の夜、ビリー、ラティーム、ランドールの3人はグレッグ・スマートの自宅に侵入しました。少年たちはまず自宅を荒らして金品を奪い、強盗の仕業に見せかけたんです。間もなくするとグレッグが帰宅。グレッグはすぐに強盗に紛争したビリーたち3人に気がつき、逃げようと試みたんですが捕まってしまいます。そしてビリーは震えるグレッグに銃を突きつけ引き金を引いたんです。こうしてグレッグが殺害された1ヶ月後、犯人の一人ラティームの父親が警察に出頭。そうしてビリーたち3人の少年は逮捕されたんです。一方その時のパメラは完全犯罪を成し遂げたと信じて疑わず、毎日テレビに出演し悲劇の妻を演じていました。なぜならパメラは15歳の愛人ビリーが自分をかばってくれるはずだと確信していたから。しかしそんなパメラの嘘は簡単にバレることになるんです。パメラが怪しいと推測していた警察はグレッグ殺害の実行犯3人の少年たちを尋問。しかしパメラの思惑通りビリーは愛するパメラの関与を真っ向から否定。共犯者の2人の少年もパメラの関与は知りませんでした。ところがこの後、意外な人物の証言がパメラ逮捕の決め手となるんです。なぜなら実はパメラはビリーの他にももう一人夫グレッグを殺害する計画を話していたから。バカバカじゃない。ペラペラ計画喋ってたんでしょ。そうなんです。バカじゃない。まあ教え子とね不倫してる時点でねもう頭いっちゃってるんですけど、そのね詳細をね別のやつにもね話してたんですよ。その計画を聞いていた人物とは一体誰だったんでしょうか。助教師と生徒たち。パメラが15歳の愛人ビリーに夫グレッグの殺害計画を話したのと同じ頃、もう一人の生徒に計画を打ち明けていました。その生徒とはビリーと一緒にパメラのコマーシャル撮影を手伝っていた少女セシリア・ピアスです。確かビリーとパメラの家に遊びに来てた女の子ね。そうなんです。なぜかパメラはセシリアにもね夫殺害計画を話していたんです。
パメラの勤める高校で聞き込みをしていた警察はセシリアがパメラと懇意にしていたことを知って尋問します。するとセシリアの口から衝撃的な証言が次々と出てきたんです。まずパメラからグレッグ殺害の計画を聞いていたこと、さらにビリーとパメラが肉体関係にあったことも供述したんです。そしてパメラ・スマートは逮捕されました。23歳の高校教師パメラと当時15歳の少年ビリーの禁断の関係はすぐさま全米の注目を集めました。裁判の様子は連日報道され、テレビ中継の視聴率は 40% 以上を記録。裁判でビリーが泣きながら一部始終を話す様子は日本でも報道されました。その時ビリーはこう語っていたんです。僕は彼女を愛していた。彼女がいなければやらなかった。最終的な判決なんですが、ビリーの共犯の一人ラティームは懲役30年、もう一人の共犯の少年ランドールと主犯のビリーは懲役40年が言い渡されていました。そして残るは15歳の少年の心をもてあそび夫を殺害させたパメラ。彼女はビリーとの不倫は認めたものの、殺しに関しては最後まで無罪を主張していました。しかしその主張も虚しく、彼女に言い渡されたのは終身刑。刑が確定後、3人の少年の泣きわめく声が法廷に響いたんです。ところがパメラはそんなビリーたちに目を向けることもなく法廷を去ったんです。その後もパメラは無罪を主張し続け、何度も控訴しているんですが、現在も服役中。15歳の少年の純粋な恋心が引き起こした殺害事件。ビリーの恋は幻想でパメラに利用されただけだったのか、それとも本当にパメラはビリーを愛していたのか、その真相は未だに分かっていないんです。おそうっす。今ね、僕がやっている会社でマーケターとインターン生募集してます。概要欄と固定コメント、要チェケラ。